料理業界にはこういう言葉がございます。チキンは裏切らない。どういうことかというと、作る人も食べる人も鶏は簡単で美味しくて満足できるということで、これ料理業界で暗黙の了解としてございます。今日はそんな美味しい鶏料理を作ります。簡単、手軽、時短、ジューシーボリューミー、素材2品、もこみち。すいません、ちょっと引きのありそうなキーワードをいっぱい言っちゃいます。ということで今日はカリカリチキンステーキ和風オニオンソース、これをフライパンでもう短くちゃちゃっと短時間で美味しく作ります。コツがございますのでぜひ見てくださいね。では早速作っていきたいと思います。もう素材はほんとシンプル。鶏もも肉、あとは和風オニオンソースの玉ねぎだけです。素材はこれだけで十分豪華なおかずになります。下処理からいきます。で鶏もも肉なんですけど、ちょっと身の薄い部分と分厚い部分と差が激しい場合は火の通りが均一じゃなくなるので、ちょっと厚みのある部分にこのハサミで、キッチンバサミでいいのでちょっとだけこう軽く切り込みを入れてもらえると、あんまり入れすぎるとジューシーになくなってしまうので、これぐらいで十分ですね。パクッと切り込み入れといてください。でなんとなく平らにしたらいいよということで、どんどんいきましょう。これだけ、もう余計な僕油とか多分しない。お塩、せっかくだから高いとこからね、いこうか。軽くで皮目もお塩で、今から鶏を焼いていきますけど、今回はフライパンでカリカリに美味しく焼ける方法を言っていきます。まずフライパンに火をつけないでください。まずオリーブオイル、せっかくだからまずポイントございます。もも肉、これ皮がありますけども、皮をできるだけ広げてください。皮でちょっと肉を包むような感じでフライパンに入れていきます。なぜかというと、鶏のカリッとなる部分は皮なんですよね。皮をカリカリに焼くためにしっかり皮を伸ばしてフライパンに入れていきます。この今日のお肉大きいですよ。 300g 以上ございます。1枚。この状態でやっと火を入れていきます。ポイントその2、カリカリジューシーなチキンステーキは冷たいところから焼いていきます。これとても大事。そうすると焼き縮みが少なく、じわじわ温度が上がっていく最中でカリカリになっていきますから、冷たいところから焼いていってください。やけどの心配もないのですごくいいと思います。今日僕 300g の大きい鶏肉使ってるので10分12分ぐらい、だいたい10分目安にしてください。皮面だけを10分焼いていく。じっくり焼いていきます。で火は弱めの中火、高火力ではなくて弱めの中火で焼いていきます。そして大事なのが、入れたらあまりに触らずに焼いていきます。今方家に皆さんいると思うので、ちょっとこうストレスが溜まったり、そういう時にお肉やるとね、ストレス発散にもなるんですよ。そういう時って牛肉が高いですし、鶏はね、まず安い、ボリュームがある、うちの子供もものすごく食べてくれるので、これいいと思うんですよ。あとその鶏の皮が苦手な方っていらっしゃると思うんですけど、この焼き方をすれば本当に美味しいので、皮を絶対剥かないでほしいんですよ。で基本的にあんまり触ってほしくないんですけど、見てください。今から持ち上げますよ。ほら、油がここ入ってないんです。こうするときれいに焼けないので、
少し油をこう補ってあげます。そして焼くときれいにこんがりになるので、あまり触ってほしくないんですけど、時折油を皮の裏にしっかり入れてください。そうすることでカリカリになります。でね、ちょっと焼き色がついてきました。ほら、ちょっと焼きムラがあるんですよ。この焼きムラ、これ良くないです。カリッとした部分とブヨッとした部分になるので、この焼きムラを防ぐためにどういう風に焼けばいいかというと、今からやります。これね、大胆なサイド切りにします。見ますか？もう一回言ってください。大胆なサイド切りにします。焼く場所を変えて、しかも大事なのはそのフライパンのサイド。サイドチェンジからのサイド攻撃。このフライパンのサイドも使って焼いていきます。ちょっと待って、このように。こうね、フライパンのサイドというのは、ちょうどこう直線になっているので、鶏も焼きやすいんですよ、このように。思ったよりも深くディープに、よりこう、濃いブラウン色になるように焼いていただきたいんです。なんか皆さん焼きが甘いんですよね、皮の。しっかり皮目で焼いていくというのがポイントです。いいですか？ひっくり返します。すごくいいです。こんがりブラウン、きつね色。裏返したら余分な油を拭き取ります。どんどん油が飛んじゃうので、余分な油を拭き取って火を弱め。この後だいたい8割が皮目、2割が身の部分。身の部分はちょっとだけしか焼かないです。なぜかというと硬くなってしまうから。だから今10分から12分焼いたんで、2割3分ぐらいこのまま動かさずにじっくり焼いていく。カリッカリですよね。パリパリでいい弾力、いい弾力ですね。肉汁がもうクワッと溜まっていってますね。弱々しくなりました。これがいきます。ほんとね、もう裏目は身の方がさっと焼いて、あとはここで余熱でじんわりじんわり、余熱でじんわり火を通していきます。これ最高に焼けてますね。休ませてる間に和風オニオンソースを作っていきます。ちょっとね、余分な油とかちょっと拭きます。軽く鶏のこのですね、残った旨味を生かしていきます。先にみりん、お砂糖、お醤油、これでちょっと詰めていきます。フライパンのにこぶりついた鶏の旨味をこそげながら、少しだけとろみがついたら OK ね。醤油ベースで玉ねぎの甘み、食感も生かします。ソースは OK。 ではいよいよ盛り付けていきます。もうね、カリカリになってます。そして僕はもうステーキを焼くときは余分な彩り添えません。お肉はお肉の世界だけ。茶色ければ茶色いほど美味しいです。ブラウン is beautiful、 この言葉もございます。
茶色い料理が裏切らないです。それこそお好みですが、で胡椒たっぷり。お子さんにだけだったらいいですよ、別に。 OK。 これでカリカリチキンステーキ和風オニオンソースの完成です。それではいただきます。この色がいいのよ。カリカリブラウン。いい感じ。最高っす。最高っす。いただきます。ソースたっぷりつけて。ジンジャーソース。完璧ですね。完璧に焼けました。フライパンでパリッとした皮にジューシーな肉あふれる肉汁。本当にね、そう蒸し焼きしないでね。蒸し焼きするとジューシーさは出るんだけど、このパリパリ感がなくなるので、今日は皮8身2の割合で上手に焼く方法をやらせていただきましたけど、このソースも和風なんだけど、この玉ねぎの食感とかも最高です。これちょっとね、お子さんから親御さんみんなも食べやすいと思うので、しかも手軽にできる。ぜひ試していただきたい。完璧に焼けました。今日チキンステーキだから違うステーキやってもいいですしね、今後ね。とか、あとコメントの方でももし何かもっとこんな料理してとか、こんなこと教えてございましたら、どしどし書いてください。できるだけお答えしたいと思います。では、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございます。さよなら。